はい、今日はですね、ゲストをお迎えする前に皆さんにドリンクを配らせていただきました。ドリンクどうですか？美味しかったですか？よかったです。これは改めて解説すると、この後ろにあるレアンドロ・エルリッヒのアートのコラボ作品ですね。レアンドロはアルゼンチン出身なんですけども、アルゼンチンの同郷のシェフマウロ・コラブレコさん、このダイアログシリーズの最初のゲストなんですが、彼とのコラボレーションで生まれたインフィニットガーデンで、実際に生えているハーブと同じもの、あそこそのまま使うと食品液に引っかかるんで使えないんですけども、同じものを使って、作ったドリンクで、シソです。はい、シソとローズですかね。僕が今まで飲んだドリンクの中で一番美味しいと断言できる素晴らしいクオリティを皆さんに本当に素晴らしいいい顔いただいてますね。いや本当にこの暑い日にぴったりのですねドリンク、だと思いますので、これをちょっと飲みながら、もうすでに飲んじゃった方もいると思いますけれども、こっちは普通ですね。こっちがもうこっちはすみません、大きい方を取ろうとしてしまいました。皆さんぜひね飲みながら今日のトークを楽しんでいただければと思います。ということで、今日もですねこの後ゲストいらっしゃるんですが、太田ゆかりさんとお届けします。皆さんこんにちは。太田と申します。どうぞよろしくお願いします。暑い中皆さんありがとうございます。これから45分間このトークセッションダイアログの方を行わせていただきます。最後までゆるりとちょっと休憩がてら楽しんでいただけたらと思っております。なんかビデオとか流すんでした？そうですね。ですね。じゃあ今日のゲストの方をちょっとプロフィールご紹介させていただけたらと思います。こちら、神楽坂石川という日本料理屋さんの、店主でございまして、料理人石川秀樹さんが本日のゲストになります。石川さん1965年生まれ、新潟県出身。今年が還暦ということでおめでたい1年で、先ほどちゃんちゃんこを着て万博を歩かれていました。はい、20歳で上京して料理の世界に入り、乃木坂などで就業をした後に独立、師弟関係にあった小泉浩二氏に、支えられながら、2003年に石川をオープンする、ちょうど約22年前になりますかね。はい、でその後2008年には琥珀というお店、そして2009年に蓮、現在の蓮、三品になりますね。あとは2018年にはもう JAL のファーストクラスの機内食のプロデュースをされています。その後も波頭、NK、愚直に、そして次年、文豪門へと、そして帝国ホテルトラクロと、もう立て続けにこの、開業されている石川グループをまとめ上げている方でもございます。ミシュランガイド東京の2023年度の、メンターシェフアワードを受賞されているということで、宮田先生、もうすごい方に来ていただくことになりました。長年ねずっと、はい、いろいろ通わせさせていただいて、で彼石川さんのすごいところは、ご自身も素晴らしい突出した個性と、もちろん三つ星を取られている方なんですけども、そのお弟子さんのですね、小泉さん、さっきご紹介いただいた、彼も三つ星なんですよ。でさらに言えば、その今ご紹介いただいたいろいろな弟子たちも、星を取ったり、取ってなくてももうものすごいトップクラスだったりとか、もうそこはもはやある種超越したようなところがあるんですけれども、特筆すべきなのは彼の作っているコミュニティですね。通常のシェフってやっぱ自分のやり方をこう磨いていって、同じ味が再現できる視点を作るんですけど、彼は全員違うんですよ。一人一人の個性を生かしながら、それが時にフレンチだったり、イノベーティブだったり、寿司だったりするんだけれども、それぞれがやっぱり唯一無二の個性を持ったお店になっていったっていう、この今回の万博の最も重要な体験の一つはやっぱ多様性ですよね。皆さんも本当に何回も会場にいらっしゃってる方多いと思うんですけども、いろいろな国のパビリオンがあって、なんかどれ一つかっていうよりは、
いろいろ回って未来はたくさん多様なんだっていうことを感じることができたっていうのがやっぱり来場者の方々のすごく私たちが聞く感想だったりするんですよね。でこの多様な未来っていうのを感じることができた。で彼はまさにこの多様な、味っていうのをお弟子さんも含めたコミュニティの中で作られていて、でそして、それが、神楽坂を拠点としているので、そういったこの場所の中でも、一つのこのコミュニティで表現されているというところが、やっぱり唯一無二なので、今回の、食のダイアログのテーマコミュニティとモビリティの、まさにそれを体現していただいている、もういらっしゃってるじゃないですか。いました。ということで、石川さん、ご紹介します。改めまして、神楽坂石川の石川秀樹さんです。石川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。石川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞお座りください。はい、では、石川さん、先日実はこのダイアログの前にですね、9月の14日の日に、石川さんが、ベースとされている東京の神楽坂の方でですね、ちょっとしたじゃないですね、もう大々的なちょっとイベントを行いまして、ちょっと映像の方流れますでしょうか。僕も初めて見るんですけど、もちろんこのイベントには、参加させていただいたんですが。出てますかね。出てないかな。出るまでつなげましょう。これでも石川さんとしても初めての体験だった。そうですね、初めてです。あんまりイベントごとをやったことがないので、今回は先生からちょっとお題をいただいたんで、何か考えようと思ってここに至ったということですね。これまさに神楽坂の坂ですね。そうですね。坂を起点として神楽坂の街が広がっていくんですが、実はこの表通りの坂よりも横道の方がすごく豊かな。そう、路地がとってもいろんな路地がありますね。今回まさにその路地を4カ所の拠点を巡りながら、食べるだけじゃなくて神楽坂の情緒を感じたり、あるいは時になんでしょうね、食べる先では芸妓さんの芸を見たりっていう、そんなコミュニティ全体を巡る中の企画を。そうですね、これ神楽坂ならではだったんじゃないかなと思うんですけど、4軒を巡って、老舗の天ぷら屋さんの天ぷらを食べ、うちのさっき紹介いただいたボーダレスっていうちょっといろんな材料とか技術を使った料理店があるんですけど、そこが一緒にやってでワインで楽しむ、で芸妓さんの芸を見ながら今度お寿司と日本料理を楽しむ、いろんな、要素があって楽しかったんじゃないかな。楽しかったですよ。すごい私からすると食いしん坊なので、とても豪華な一日だったなというふうに思います。石川さんのグループ神楽坂では何店舗あるんですか。神楽坂で5店舗ですね。5店舗の料理人さんが一堂に集結するっていうこともなかなかないですし、もちろん先ほどご紹介にあった琥珀さん、石川さんはもちろん三つ星のレストランで、そういった方々が一堂に会して神楽坂を食べ歩きツアーをするって言ってるんですけど、本当に素晴らしい文化とあと街並みを体感できるイベントだったんですが、この神楽坂、石川さん今何年お店の方されてますか。22年やってますね。まだ22年。神楽坂の魅力だったりとか街っていうのの魅力っていうのは何でしょうか。今映像出てるように神楽坂の魅力、2つ大きく分けると2つあると思うんですけど、まず路地が細い路地があるんですね。たくさんあるんですよ。でこうやって階段もあって坂な町なもんですから、ただ平坦ではなくて上り下りがあって曲がってたり突き当たりがあったり分かれてたりと、この路地が未だに残ってる、路地があったおかげで大きな開発にもならずそのままの風情が残ってるんじゃないかなと思うんですけど、その街並みがまず魅力ですよね。そうです。私神楽坂の
すぐ隣の同じくもともと花町だった荒木町というところに、はい、近くに住んでまして、本当もともと花町石畳がずっと続いていて、芸妓さんたちが歩むようなそういう景色と小さな階段があったりとか、本当に京都とかではよく見る景色なんですが、本当東京では本当に稀な。そうですね、はい、山手のこの東京の真ん中でこういう街があるっていうのは珍しいですよね。で下流会のやっぱり一時期文化もあって、その名残もちゃんと感じられてっていうのはなかなか東京でもないんじゃないかなと思います。ないですね。でもう一つはフランス文化圏でもあったということで、フランス語学校があったりとかっていうのもあったので、いわゆるこの江戸文化だけではなくて、粋とエスプリがこう融合している街でもあるということ。そうですね。石川さんたちが日本料理だけじゃなくて、イノベーティブとかそっちに行ったのも結構必然なのかもしれない。そうですね。だけどもう2つあるって魅力の1つは、やっぱり昔からのコミュニティがちゃんとしてる。そうですね。そこに根付いてる、代々住まれてたりご商売されてる、ただの住宅街だけではなくてご商売されてたり、そういう共同体の人たちがまず神楽坂を愛してるっていうのをすごく感じるんですよね。そうですね。それがとっても大事なことだと思うんですけど、ローカルコミュニティの誇りはすごく高いですよね。その愛があって自分たちの街にもちゃんとリスペクトしている、それゆえに守りながらも、外部からの僕たちも最初は22年前に初めて来てもウェルカムであったかく迎えてくれる、先ほど言われたフランスのそういう雰囲気も許容してくれるっていうこの街の深みがありますね、あったかさっていうか。改めてちょっと今日の立て付けをお客さんにお話したいと思うんですけど、今回のこのコミュニティモビリティっていうのはですね、大阪まで来て神楽坂自慢だけをするわけじゃなくてですね、一応改めてこれ石川さんのことも踏まえてですね、今回この地域のこの今石川さんお話しいただいたようなこの土着のいわゆる商店街のつながりだったりとか、あるいはいわゆる土地の移動っていう路地が持っている豊かさみたいな、そういう企画ってここから日本全体でやっていけるんじゃないかと。でさらに言うと今食って日本の圧倒的な観光資源ですよね。日本に観光客が来て世界の1、2の観光地、人気観光地ですね、数はまだまだ負けてますけれども、満足度とか人気という点では日本はトップ1、2に入って、なんで来るのかっていうと食べに来るんですよ、世界一の料理。でもこの料理だけだとそこの点で終わってしまうし、でさらに言うとやっぱり日本の豊かさってそこだけじゃないので、まさにこの料理界の頂点の一角である石川さんがまずはじゃあ自分たちが根を下ろしている神楽坂でその地域の価値を高めながら一緒にできる企画はあるんじゃないかということで企画いただいて、それがものすごく良かったということで、これが今日のお話っていうのはまさにこれを共有することで、大阪でもこういう企画は今後多分立ち上がってくるかもしれないし、吉田さんがやる気はしないんですけど、他の人はやるかもしれないですけども、大阪とか京都とかあるいは他の地域の町でもこの街を巡りながら一軒だけではないこの文化の豊かさを感じるっていう企画はできてくるんじゃないかなっていう我々確信を持っているので、ぜひこの話っていうのは神楽坂のサクセスケースだけではなくてここからなんか新しいで万博って本当にそういうものが生まれるきっかけなんですよね。70年万博で冷凍食品がバッて広がったように食文化の新しい可能性がここから広がるんじゃなかろうかっていう感触がこの食のダイアローグ最終回コミュニティモビリティなので、ぜひちょっとその観点からもう少しまた見ていければなという。まさに神楽坂で石川さんと一緒に歩いていると街中の人が石川さんに声をかけるんです。で、元気とかなんとかやっといたよとかっていう会話っていうのが東京とかでもちょっと薄くなってきてしまっているなと。でも街の人たちがお互いが商売をしていることを理解し合っていたり、なんかお互いで支え合っていたり愛があるっていう感覚っていうのは必ず体感した方々、
はみんな受け取って皆さんちりぢりに変えられたなっていう印象がありまして、なんか私はこの万博でも同じことを思っていて、この企画で何回も万博に寄らせてもらうと、そうするとさまざまな国の方々がいて、半年間共に皆さんを迎え入れるっていうことをやっていると、隣の国の人と一緒に今度こういうことできたらいいねとか、本当に一つの村がある場所では生まれてるんじゃないかなというふうに思うと、なんかこのケース、この小さなコミュニティから大きな未来が生まれていくっていうのを、なんか神楽坂を私すごく近くでいたんですけど、石川さんに案内していただいて見える世界が変わったんですよ、解像度が。なのでなんかそういうところを街の魅力を誰が案内するかによって見える世界が変わるっていう、なんか宮田先生がこの静けさの森を案内してくださるとアートの見え方が変わるっていう、なんか本当にそういう誰と出会い誰とそこに触れるかによって変化が起きるなっていうのを改めて今回のイベントで感じました。ちかさんどうですか。すみません、なんか結構大きなプレッシャーで球を投げちゃいましたけど。街の人、よく僕も積極的に挨拶したり、笑顔でいることが大事だと思うんですけど、うちのスタッフにも言うんですけど、若い子がどっか買い物行く時にちょっとかけてたりとか、そういうのを見てすがすがしい気持ちになってくれると思うんですよね、坊主で。それだけで貢献だと思うんですよ、その街にとっての。こんにちはとか、暗い顔してこんなにすれ違っても楽しくないんで、こんにちはとか、大和さんでもね、毎日集会来てくれたら、こんにちはって言えば、気持ちいいと思うんですね。そういうことは積極的にみんなでやっていきたいなっていうのもありますし、この間イベントでやっぱりお客さんにも喜んでいただいて、やっぱり石川とか、店に普段食べに来るときはそこに来てそのまま帰るって方が多かったんですけど、こうやって歩くことによってこんなところにこんなものがあって、やっぱり発見がすごくあったってみんなにおっしゃっていただいて、これとても良かったなと思うんですね。で僕たちでは今度天功さんとかにまた行ってみようとか思っていただけたし、僕ら自身もいろんなお店の人と交流しながら初めての体験で料理を作っていく、打ち合わせしている時でもその時でも、また打ち上げも参加していただきましたけど、すごく盛り上がって楽しかった。なんかもうちょっと今までと違うコミュニティのもっと深いなんか関わりができたように思って、僕らが喜んでます。みんなが喜んでる。本当に食の企画に参加して、今石川さんおっしゃってたコミュニティの関わりとか、あるいは石川さんのチームの素晴らしさというのも体感したんですけども、もう一個驚いたところがあって、今回いわゆるなんでしょうね、4箇所もあったんですよね、神楽坂4景というところで。最初を、一番弟子であり、もう一人の三つ星である琥珀さんで、最後を、大将石川さんが固めてるんですけども、一番やると弟子に足場を固めて一番美味しいところを持っていくのかと思いきや、お食事なんですよ。コース料理でいう締めとデザートだけを出して、一番派手なところは全部弟子たちに譲ってるっていうところに驚愕をして、なんか俺がこれを教えるんだっていう感じよりは、むしろ若手にかなり自由にさせる感じがあったんですけども、あれはやっぱりかなり意図してそうなったたまたまそのコースが、琥珀から出発して石畳のいいところが神楽坂3カ所あるんで、それを巡っていくと石川に着くなと、毘沙門様の裏で。これ逆だとちょっとなんか雰囲気違うなと思ったんですよね、歩いてみて。でそれたまたまそれが最後になったっていう。そうするとコースの最後は食事とデザートがあんまり気にしてないんですけど、すごいなんか一番だから一言言うとストイックな部分ですよね。華々しいところはもっと手前に日本料理ってあるんで、最後の余韻のところシューって味わい深い。でも本当それも素晴らしかったんですけども、石川さんの僕の料理のコースはあるけど、メインみたいなものがあんまり意図的にはしてないって、先生もいつも来てもらって、だからどこをとってもなるほど。でそれから連続して
完成される。だから食事とデザートも気が抜けないし、はい、そこはきちんと締めを担当させてもらって楽しかったですよ。いや素晴らしかったです。その本当に最後石川に行った時に出てくるこの全くお客さんが来てない時代に一生懸命作ってた鯛茶漬けのこのエピソードと一緒に出すと、なんか神楽坂の時間と石川さんのこの歩んできた料理のこの時間がこうスッてつながって、で自分自身の時間と重なるこの瞬間だったんで、なんかすごくやっぱ感動的な時間でしたね。なんかまさに今日のテーマであるコミュニティっていうのもやっぱり共同体だけのところに修練していくと個が消えてしまうので、やっぱり個人のこの記憶とか思いっていうものとみんなが持っているものがこう重なったりこうなんていうのかこう合わさったりしながらっていう、まさになんか本当にそういう瞬間をこう、体験できたなという。なんかモビリティっていう、コミュニティとモビリティっていうテーマの中でモビリティの時に、石川さんがおっしゃられてたいやうちは歩くでっていうふうにおっしゃられた、なんかお話もすごい素敵だなと思いまして、最初コミュニティとモビリティって言われて、モビリティってなんだってそうですよね。まず確かにコミュニティは分かるけどモビリティって何のことかなと思って、私は移動手段とか移動するようなこと、なるほどと。でそれも企画に取り入れるんであれば、じゃあ人類ってずっと、歩くっていうことが移動手段のほとんどだったと思うんですよね。馬とかで移動するってことも一部の人はあったかもしれないけど、数百年ぐらい前自転車ができたりとか自動車ができて、でもほとんどは歩いてるわけですよ。で僕なんかもこの企画の時にいろんなとこやっぱ歩いてどのコースにしようかなって歩いて回ると、普段ここの道歩いてなかったなって聞いて、こんなところにこんなものあるんだなっていうのを気づくんですよね。それ気づきって大事だと思ったんですよね。ビューンって言って飛んで、もちろん海外行ってそれを見たりも大事なんですけど、意外と自分の足元土地に知らないことがあったりするの、それを楽しむっていうこともすごく大事だなと思って。いやおっしゃるとおりです、まさにこの万博も歩きの万博ですからね。もう皆さん本当に歩く手段しかほぼないという、こうちょっと自動なんかバスみたいなの回ってるんですけど、ほぼもうみんな来たら1万歩以上は歩いてますね。皆さんの顔見てもね2万歩いっちゃいますよね。なんかっていう、なんかこんなに歩くのもなんだろうって最初は思ったんですけども、でもそこにやっぱいっぱいみんな発見があるわけですよね。なんか歩いてるとなんだろう、やっぱ万博来た人にもなんか自分の好きなパビリオン、なんか目玉パビリオンなんですかみたいな、そこだけ行きたいんですとか、そうじゃないと、歩いていて飛び込んできたちょっとした祭事とかリズムとか、あるいは自分がそうでもないと思ってたところにちょっと引き寄せられて入ると新しい発見があったんだと思うんですよね。で皆さんもなんかスタンプをして回るというところで、全然関心なかったけどここ良かったっていうのはきっとあったと、いい顔いただいてますあるんですけど、やっぱこの目的地にただ行くだけではないっていう楽しさがやっぱ路地にあったり、歩きにある。そうです。お客様のさっきの声で回るように、改めて発見してもらって、僕らも改めて発見があったりするので、ここは大事にしていきたいなと思って、そのお題は歩くことで完成させるコースっていうのを仕上がったんです。素晴らしいですね。だからそれが神楽坂だと本当にちょうどよかったというかね。ちょうどよかったです。一番最善のコース。本当にぜひ東京にいらっしゃることがあった場合は、ぜひ神楽坂にも立ち寄っていただけたら、本当に素敵な街並みで美味しいクレープ屋さんや、文房具屋さんもね、老舗の文房具屋さんで、原稿用紙を一番最初に作ったっていうような歴史のある文房具屋さんとかもあったりとか、本当に歴史深い場所なので、いよいよお料理の話に、進んでいきましょう。僕なんか話しちゃったね、さっきね、最後鯛茶のことすいません。でもやっぱり石川さんといえばやはりそのお弟子さんたちがたくさんいらっしゃるっていう、なんかこう人を育てられる
人格者っていうんでしょうか。人格者ですし、器も大きいです。はい、もうっていうふうに私はお見受けしてまして、何かこう料理をすること、そして人を育てるところで多くの人が今迷ったり悩んだりしているところ、それは育てる側もそうですし、これから何かを始めようという人たちもそうだと思うんですが、なんか石川さんになんかそういったところをお伺いできたらなって思ったんですが。いろんな個性があって、さっき先生も言われた和食では「あえる」っていうのがありますよね。和って書く和ってとても僕大事だなと思って、すごい最近すごく大事にしてるんですけど、和自体のあれは「稲」っていうね、みんなで食べるっていう口でっていう、みんなが集うことを言ってるんですよね。で集わなかったらやっぱりできないで、ただ集うんじゃなくて、いや今日僕これが食べたいよ、いや俺それ食べたくないよとか、いやこの時間には俺行けないよとか、いやこの場所嫌だとかって言ってたら集えないんですよね。それをみんながちゃんと自分も周りの人も調和しながら集う、和ってそういう意味があるんですよね。とっても和って大事だな。でそれを和をあえて僕らの料理でいうあえる、白あえとかあえるってことで和を使ってるんですよね。あれもあえる和なんですよ。あれすごく重要なことで、混ぜると全く違うんですよね。なるほど。同じ材料をミキサーにでガーッて混ぜたら痛しいじゃないですか。何が何だか分かんなくなっちゃうんですよ。でも日本っていうのはあえるっていうことを大事にしてるんですよね。それぞれの子がきちんと立っていて、柿であったり人参であったり椎茸であったりとか、ちゃんとそれぞれが味があって形があって食感があって、立っていながらに違うものになるんですよね。その会えるっていうことの感覚、僕はそれがチームとしても大事だなと思って、それぞれがちゃんと立っている。だけど自分の子だけじゃできないものって必ずあるので、それがチームとして成し得る、各してで成し得る。まさに私たちのパビリオンも、先ほど体験していただいたと思うんですけど、違いからこの未来を立ち上げようっていったところで、ここをかなり重要なこととしてやってますし、今回の万博全体もそうなんですよね。あえて統一することさせることなく、シグネチャーパビリオン8つも全部違うんですよ。もう個性がまとまってるような要素って何もないけれども、でも実はそれぞれを体験していくと命輝くっていうのが一人一人の心に浮かび上がるように設計されてるんですけども、そのあたりは我々吸ったもんだしながらこの5年やってたどり着いてたんですけど、石川さんたちはかなり前からあえてそのなんていうのか統一させきらないっていうのを作ってたんですけど、なんか改めて今会えるっていうところにその本質がすごい浮かび上がったなと思うんですけど、個性をただ生かしてバラバラにするだけじゃなくて、こう混ぜた時の何かこうハーモニーみたいなのも意識されてやっぱりこうサポートされていらっしゃるんですか？チームリーダーがいて、石川であったら僕がいて、でそれぞれ僕だけじゃもちろんできないので、やっぱりサービススタッフであったり、いろんな事務方の人であったり、その個性を店のチームリーダーがまとめる。そこで一つの料理のまた違うカラーになると思うんですね。でハトであったりいろんなお店がリーダーがいて、でもそれだけじゃできない、みんながいてできるっていう。でそこの一番その特色を出すのは店主で、そこで差が出てくるっていう。でそこについて各店で僕は一切口出ししないんですね。管理監督ではないっていうのがあって、じゃあ何かもう圧倒的な信頼でしかないと思う。なるほど。信頼っていうのは信用とやっぱ違うんですよ。こんなことやってくれた、そこまでやってくれた、じゃあ OK 分かった、信用するよっていうのと違う、裏切られようがもしくは騙されようがしきれるかっていうところが信頼だと思うんですね。しきれる、信頼しきれる。なるほど、なるほど。それでもいいと。それでもいい。でも任命したんだから、これはもう任せると、失敗したのは失敗して僕の全責任でそれは何とかするっていう。だから安心して好きなことは自分でやってくれっていう。なるほど。そこが周りの問題じゃないんですよね。自分との戦いってことになるんですけど、そこまで徹底的にできればなり得るってことが、もう何十年かやってきて、いろんなお店ができてきて、やっぱ自分でも分かってきたし、できてるとは思わないですけど、もっとそういうつもりがあるのかなっていう。なるほど。
その信頼を作ってきてるのは、例えば小泉さんの場合ずっと片腕として、一緒に立ち上げました。一緒に立ち上げて、なんかさっきのプロフィール紹介もすごい素敵でしたよね。なんか支えられてっていうふうに、こう弟子のことを書く人いなかったんで、もうそこで僕ちょっとぐっと泣きそうになっちゃったんですけど、なんかまさにそういう時間を過ごしてきた中で積み上がってきた信頼に対してこう任せるという形で答えてる。はい。でうち今年入ってきた子もいますし、みんなにそうだなと思うんですけど、縦で考えると人間関係難しくなるんですよね。そこでギクシャクしたりとか、ちょっときついことも出てくる。やっぱり横だと思わないと、これはいつもみんな揃った時言うんですけど、2つ、一番はやっぱり仲良くしてほしい。僕が一つみんなにお願いすることがあるとしたら、仲良くしてほしい。でも仲良くって一番人間難しいことなんですよ。もう人間関係が悩みの 100% とも言われてる。だけどそれをあえて共に学びながら仲良くしていこうよ、会えるっていう形にしていこうよっていうのがあるんですよね。なるほど。そこに関してはもう新しい店を立ち上げても仲良くやってるっていうところは常にやっぱ気にしてる。そうですね。僕は管理見に行ったりとかしないし、食べにも行かないので、ちょっと近く行ってトイレ貸してねとかってとこあるかもしれないけど、あえては行かないので、でもお客さんから聞くのはやっぱりみんなどこ行っても気があって仲良くて、で違うことやってるんだけど思いは一つだよねって言われるのはとても嬉しいことですよね。なるほど。なんかあれですね、もしかしたら石川さんのチームっていうのはお客さんがみんないろいろなところを巡ってくるので、そこのお客さんを通して結構つながってる部分もある。そうですね。それもなんか素敵ですね。なんか上からこうやって管理するだけじゃなくて、任せながらそれを実際に受け止めたお客さんの感覚で共鳴していくっていう。でそれぞれの店にファンがいて、琥珀ハト行くけどうちはあんまりそれはそれで嬉しい、とっても嬉しいことなんですよ。それぞれにちゃんとファンがいて、すごいですよね。それを許容してるのがね。そうなんかご一緒しててお弟子さんたち皆さん坊主頭なんですよ。で打ち上げのさっき映像が少し見えてたと思うんですが、皆さんも何十人の子たちが、その姿でお水をくださいって一言言ったら、その何十人がお水入りますって言って大きい声でこう言ってくれる。でそんなことって今までなくて、なんかこうちょっとしたあうんの呼吸、石川さんにもお伝えしたんですけど、こうバイブレーションがすごく心地よくて、なんかなんていうんですかね、管理するとかそういう言葉ではなくて、なんかこう目指しているものもそうですし、愛するものが一つ大切にしているものが一緒なのかなと思っていて、なんか結構私はもういろんなことを石川さんにお伺いした時にすごくシンプルに、先ほどの仲良くしてねとか楽しくねとか、あとは本当に生きる喜びとか夢とか、すごいシンプルな言葉をおっしゃられるんですけど、一番難しいことなんじゃないかなって、生きてる中で実はすごく大切にしなきゃいけなくて、でも実はそれを大切にすることが意外と難しいことだったりするので、なんかそれを教えてくださる授業を受けてたような数日間だったんですよね。先生になってほしいです。だけど僕自身がライ先生でウェルビーイングで対談の時も言ったが、僕自身が自己肯定感とっても低くって、実は人と話すのがとっても苦手だったんですよね。信じられないです。その人の輪の中にいると、自分なんかいない方がみんな盛り上がるんじゃないかって思っちゃって逃げ出しちゃうんですよ。それはお店を作ってから石川を作った後も結構飲み会はやってたんですけど、盛り上がってくるといなくなる。もういたたまれなくなってもう飛び出しちゃうんですよね。そうするとその小泉とかうちの妻とかが迎えに来てくれて、また逃げちゃってみたいな、そんな感じだったので、でそれが50の時にガツンと切り替わったんですよね。それを苦しくなくなったんですよ。生きるって楽しいし、なんだろう、こんな楽に生きていいんだっていうようになったのを、伝えていくっていうことも一つのこれからの仕事だなと僕思っているんですね。であの時なんで変われたかっていうのが、アドラーの
課題の分離っていうのがすごく聞いちゃったんですけど、はいそれぞれの、いい意味で独善的になるわけじゃなくて真逆のことでそれぞれなんだよってことをちゃんと教えてくれてるんですよね。そこがすごくで最近薬師寺の大谷哲郎さんという人が心のこと幸せのことを話してるんですね、多い時は年間300日ぐらいいろんなところで大小関わらず講演してくれてる、で哲郎さんの話が同じこと言ってたんですよ。それが興味深くて思うっていう字がある、思う田んぼの田に心って書くんですよね、不思議じゃないですか、なんで田んぼの田が出てきて心なんだろう、意味がある。田んぼっていうのは畑と違って畝がある、水が張らなきゃいけない、この湧く畝があることがとっても大事なんだ、人はここは自分の畝、なんかこことここは家族であろうが同僚であろうがみんな違うんだよって、人と人は違うって価値観が違うってことを分かってそれを心で思う、それが思いにつながるって言ってるんですよね、なるほどと、アドラーと同じこと言ってるなと思ったんですよ。なるほど、多様性のリスペクトがあった上でそこに対するつながりというか、まさにみんな体験経験が違うわけですよ。全く同じ人、双子の兄弟でも全く違うわけですよね。それを中で出来上がってくるのが価値観なんです、思いであったり、思考、いろんなことがイメージとか、そんななんか感じなんだろう、そういうの全部これってまた般若心経の中でも言われてる、そういうのって全部あるがようで空だないって言ってるんですよね。それと一緒だなと思う、自分が思ってることに執着して固執すると人間関係うまくいかないっていう、自分が思ってることと同じことを相手に期待するっていうこと自体がもうやっぱりかなりほとんど無理ゲーだったっていうことですね。それももともとはそうなんです。違うのかちゃんと薬師寺の方も教えてるし、それが幸せのあり方だって言ってるんですよね。そのためにどうするかって和らぐっていうんですよね。自分が固執してくるわけで我が強くなって、で俺は俺の正しいとか、だんだん独善的になってくる。そうすると孤立してくる、じゃあどうするかって言ったら、我っていうのはなくならないよ、自分なんだから、今までの体験経験消すことはできない、でそれが硬くなっていくんじゃなくて和らげようって言ってるんですよね。でこれ和らぐにまた和が出てくるんですよね。なるほど、和らげるってことなんですよ。でこれ和らぐことができて調和ができるっていうんですね。調和って調べるなんだっけ、整える、整えるっていうのも和らぐっていう意味があるんですよね。いや調和には和らぐの二重強調語なんですよ。なるほど。だから人間関係、これから未来のコミュニティを考える上ではもう和らぐってことなんですよね。みんなが柔らかくなって自分は自分、人は人、みんなを認め合うってことなんですね。なるほど、これがまさに今回コミュニティもみじテーマですけど、ベターコービングっていう、我々のパビリオンのテーマの本質ともすごくつながりますね。だからベターコービングって何なのか、コービング共に生きるけれども、それはもう基本ベースとして分かり合えないかもしれない。もう分かり合えないさを踏まえた上でそれでも共にいるっていうことですよね。分かり合えなくていいんだ。そうでその違いを踏まえた上で、例えば未来を見るっていうのが、会えること和らぐこと、ここに固着してしまうとここにっていうことではないっていう。硬くなっちゃいけない。何でも和らぐ、水のことですよ。素晴らしい。ぶつからないですね、和らぐと。体も硬くなると病気になっちゃうんですね。そうですね。柔らかくなってる。でも石川さんに初めてお会いした時、やっぱりすごい緊張してたんですよね。いや僕もですもうすごい方なので緊張してたんですが、お会いした時の柔らかさが今こういうことだったのかって全部がつながって、本当温かい気持ちに最初なったのが、やっぱ人ってすごく楽しいですね。楽しいですあとさっき出てきたやっぱり信頼の話ですけど、結構私も本当に何でしょうね、いろいろなものを見すぎたりとか気にしすぎたりっていうのが一人どうしても気になる部分とかっていうのがあったりするところがあって、何でしょうね、人間関係をどう立ち上げるのかっていったところに対してすごくやっぱりかなり考えてるところがあって、で
でもそのまあとはいえ石川さんのようにうまくやれてるとは全く思えないんですけど、でもそのあり方としてこうしようって思ったのがやっぱもう裏切られてもいいと、自分がとにかくもう好きになる、その人を信じる、でそこしかないの。だから何かそれが思い通りにいってるかどうかを細かく気にしだすと、それが裏切りかもしれない、どうかもしれないと、もう疑心暗鬼にもはまっちゃうし、やっぱりこうよくないなって、いかになんだろう、まあだから全員をそういうふうに信頼できるかってそういうわけではないんですけども、ある程度のなんていうのか部分に関してはやっぱとにかくもう見返りを求めるんじゃなくて、裏切られたとしてもそこも含めてもそれは自分なんだっていうふうに思ってるっていうのはあって、それがすごくやっぱり近しいなっていうのに改めて思いました。でそれをでも続けるって結構大変なんですけど、そう相手じゃないと自分との問題なので、そういうことですよね。だからさっきおっしゃる通り疑念とか邪心、人を疑い始めるとキリがなくなっちゃうんですよね。事実って見つかるんです。事実がなくてもそこには証拠みたいなのを見つけようとするところがあって、それが邪なんですよね、鬼なんだ。だんだん自分が蝕まれていくので、それもあってもう受け入れる。なるほど。もう条件付きじゃなく、そういう思いもあるよな、真逆のことを正義と思う人もいるよな。なるほど。正義は自分の正義は誰かを傷つけますよね。まあそういう時もありますよね。だからそれは主張することでもなく、戦うことでもなく、相手の個性を認めた上で、信頼してみる。そうです。結果が違ってたとしても、そこにやっぱり違いの中から面白さとか可能性をもう一回見つけてみようっていうことですかね。コツは柔らかい。心も柔らかい。体も柔らかい。いやでも本当に何でしょう、ヌシさんもたくさん育てられて、今回もすごい新しいチャレンジをしていただいたと思うんですけど、石川さんがこれからどこを目指していくのかっていうのすごくどこを目指していくのかっていう、目標とかなんかね、どういうことがやりたい。そうですね。お店は増やそうと思って増やしているわけではなくて、続けてくれて何十年とか長年続けてくれる人が出て、その活躍する場であり、またその子が若い子を育てていける場としてたまたま作っていってるだけなので、そういう子が出てくれる、育ってるので、そしたらまたそういうお店はあるなと。あとこうなりたいとかああなりたい目標とか持たないようにしてるので、結局今こうやってる時間でしかないわけですよ。もう過去も未来もなくて、本当現実ってここにしかないんですよね。でここで思う思いが未来への思いになってくるので、だからここで今言ったようなことを心の中できちんと邪を持たずに前向きに誰かに貢献しようと思うこの心をただ積んでいく、そういう気持ちを分かってくれる方が増えていく、これがまた何かを生むんじゃないかなと思います。そうですね。何かを生み続けてきましたしね。それを邁進していく。太田さんからね。もうちょっと石川グループに私は入って働きたいなっていうぐらい。石川グループ女性いませんよね。確かに。女性シェフは言えないです。シェフではないか。はい、勉強させてもらいたいなっていうぐらい、もう本当に石川さんと話をしてると本当心が研ぎほぐされることもそうなんですけど、さまざまな料理だったり、私本当に食べることが好きなので、いろんな料理人の方とお会いしたりとか、これから目指してる方とお話しした時に、多分多くの人は料理を上手になりたいとか、なんか料理っていうところをすごく多分それもすごく重要なことなんですけど、当たり前のもう本当に日本料理って基本のね基礎があって、その日々の積み重ねが生まれるものだっていうのは重々理解した上で、やっぱり石川さんのお店に行くと本当にそれと同じぐらい基本の何か気が滞っていない清潔感であったり、すがすがしさだったりとか、当たり前のことなんですけど、石川さんが街歩きをしてた時にゴミ袋を持って歩かれていた姿を見た時に、私は石川グループで働きたいなって思う。いろいろ話したけど、はい、そうですね。弟子入り願望を最後に。弟子入り願望っていうぐらい、まさか
ダイアログの最後は弟子はい、がそうですね。でも本当人生をはいこうちょっと学びになるなと思それぐらいねいました。本当に素晴らしいグループだということだし、はいぜひこの企画どうでしょう、やってる直後はこの今回の企画「いやもう無理です」っておっしゃってたんですけど、今どうですか？いやまだ無理です無理ではないんですけど、はい今のスタンスは頼まれ事はやろう、はい自分から何かこうなりたいとかああなりたいはないんですけど、今やってる仕事も大体が僕でできるならっていうか。そうか。じゃあまた神楽坂 4K 的なツアーを企画するとしたらこっちが動くしかない。お題をいただければわかりました。ぜひお題に今はい、後ともその時は皆さんぜひ一緒にやりましょう。一緒にはい。で今日ねここにいらっしゃった皆さんもぜひ、うんその時にね神楽坂来てください。大阪でやるかもしれないですけどよろしくお願いします。ということで石川さん最後に何か、はい今日締める言葉をいただ皆さんけ暑い中ありがとうございました。こんな機会も僕こういう大勢の前で話すのも初めてなんですけど、社員さんの前以外は、とても楽しい時間楽しかったですはい一つ僕がいつも最近思いに詰めてる天命に休んじて人事を尽くすっていう、人事を尽くして天命を待つじゃないんですよね。それを言ってる人がいて、天命ってこのご縁の中で生きてる、もう十分縁をいただいてる、そこにもう安心でいいんだ、安心していいんだっていう、それを思うと行動できちゃうんですよね。なるほど。もっと頑張んなきゃ、ああしなきゃ、こうしなきゃ、どうしなきゃじゃなくて、もう十分いただいてる、その中に今言ったように何かまたお題をいただく、いやそれ僕頑張らせていただきますっていう方がパワーが出る。なるほど。全然負のストレスにならない。なるほど。まさにこの万博そのものもそうですよね。皆さんがこの場に来ていろいろな体験とすごくなんでしょうね、いろんな偶然でつながったりして、皆さん体験されてると思うんですが、これがおそらく皆さんの未来にもつながっていくし、そこで感じた情熱とか違和感とか、あるいは何かしらのなんでしょうね、きっかけみたいなのがきっと未来につながるんじゃないかなということで、石川さんのこの言葉がちょうど皆さんの今の体験とも共鳴してるなというふうに思いました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。石川さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。